わしじゃ、不気味度を魅力じゃ。今回は引き続き、改造超人シビビーンマンをプレイしていくのじゃよ。と言っても、前回エンディングまでクリアしたので、今回はおまけとしてこの3つのテーマでいくのじゃよ。まず1つ目の2人同時プレイじゃ。実は本作最大の魅力かもしれないこの2人同時プレイの特徴は、ご覧の通り味方に攻撃ができることじゃ。さすがにダメージにはならないが、一瞬動けなくなる。ライフゲージは共有だが、お金は別々なので、2人同時プレイの時はお金の奪い合いが熱いのじゃよ。お金の取り合いや邪魔し合いに必死になってステージクリアができないというのも面白いところじゃな。もちろん邪魔だけではなくメリットもある。味方の頭に乗ることで2段ジャンプができるのと、シビビームをうまくタイミングを合わせて撃つことで強力な合体シビビームを放つことができるのじゃ。この合体シビビームはボスも一撃で倒せるくらい強力じゃが、タイミングを合わせるのが難しくて、下手すると味方が火の玉になって飛んでいく羽目になる。まあこれはこれで相手への攻撃にもなるというのがまた面白いのじゃが、高度な協力プレイはもちろん、初心者をフォローするプレイも足の引っ張り合いも楽しめるという非常に楽しいシステムなので、ぜひ機会があったら遊んでみてほしいのじゃよ。さて、続いては取り残し要素を回収じゃ。今回は前回使わなかった助けでのプレイじゃ。キャラ性能としては全く同じなので、キャピコと同じ感覚でプレイが可能じゃ。取り残し要素を分かりやすくするため、前回の動画でラスボスに挑む直前の状態にまで一気に進めるのじゃよ。あ、体力がやばいので回復しておくのじゃ。まずはクリアしていないステージに挑んでいくのじゃ。時間短縮のため、ステージ中は3倍速でお送りするのじゃ。ここは序盤でプレイすることが多いステージなので、ステージの道中も短くて楽勝なのじゃ。ボスもシビビーム一発で倒せるのじゃよ。ステージクリア後のアイキャッチも、助けはいかにもヒーローっぽいポーズでよいな。このステージのクリアボーナスは体力回復じゃな。続いては左上にある銀行ステージに行くのじゃ。ここも先ほど同様に3倍速じゃ。ちなみに助けとキャピコの声じゃが、シリーズの作品によって声優が違うようで、1では助けは川口博氏、キャピコは藤江莉子氏らしいのじゃ。まあ、あくまでウィキペディアの情報で、スタッフロールにも出ていないので確実ではないのじゃよ。このボスは今までのステージでは出てこなかった攻撃パターンじゃな。ある意味、一番楽かもしれないのじゃ。そして、銀行ステージのクリアボーナスじゃが、なんと無利子、無担保、無期限で2000円を借りられるのじゃよ。実質もらったようなものじゃな。お金がない中盤くらいには非常にありがたいので、まずはここを優先するのもありじゃ。続いては、まあ、近いところからクリアしていくのじゃ。ここはラスボスの直前なので、
なかなか難しめのステージじゃな。とはいえ装備としては最強状態なので慎重に進めば特に問題はなしじゃ。最短クリアを目指す場合は最初に交番をクリアして、次に真ん中のお菓子屋、そしてこのステージの3つをクリアするとラスボスステージじゃ。なので他のルートに比べるとボスも含めて少しだけ難易度は低いような気もするな。ボスはさっきのステージと同じパターンじゃな。どんどん次に行くのじゃよ。このステージもクリアボーナスは体力回復じゃ。回復のお金もかからないのでお金が貯まる一方じゃな。続いてはもう一つの病院ステージじゃ。そういえば本作は続編も出ているのじゃが、自由なルート選択やお金で装備をパワーアップする要素がなくなっているのが個人的にはちょっと残念じゃ。あくまで町内という舞台で700円で武器を改造とかいうチープな世界観がわしの好きなところなんじゃよ。このステージのボスはいつものドラゴンなのじゃが、攻撃パターンがちょっと違うのじゃ。なんと姿が見えない状態で攻撃した時だけ見えるという厄介なパターンなのじゃ。特に何の対策もないので相手の攻撃からだいたいこの辺だなと予測して切りまくるしかないのじゃ。さて病院もクリアじゃ。本来であればクリアボーナスとしてシビビタン A がもらえるのじゃが、すでに所持しているので今回は無効なのじゃ。続いてはもう一つのラスボス前ステージじゃ。こうやって初期のステージと比べてみると足場の悪さがよくわかるな。あとは単純にステージが長いのじゃ。確実に倍くらいはあるような気がする。難易度も高くなるわけじゃな。そしてボスはさっきと同じく姿が見えないドラゴンなのじゃ。ただ攻撃自体は単調なので落ち着いて攻撃に当たらないようにしながら長期戦を覚悟して戦うのじゃよ。このステージもクリアボーナスは体力回復じゃな。地味に結構ありがたいのじゃよ。残りはあと2つじゃ。次は神社ステージじゃ。ここのクリアボーナスはお守りで教会の十字架とどちらかを選択になる。効果は十字架が守備ビームのチャージ時間の短縮、お守りは守備ビームの威力強化じゃ。ちなみに海外版でも教会でもらえるアイテムが十字架なんじゃが、これは大丈夫なんじゃろうか。ドラクエでも教会は十字架マークから変更されるくらい海外はその辺厳しいという話を聞いたことがあるんじゃが、まあわしが心配しても仕方ないのじゃよ。この通りすでに教会でアイテムを入手済みだと、はいを選んでもアイテムはもらえないのじゃ。逆の場合も同様じゃ。さて残りステージもあと一つじゃ。ここは簡単なのでサクッと終わらせるのじゃよ。初期ステージなのでステージ自体も短いのじゃ。
そしてボスも守備ビーム一発じゃ。クリアボーナスも体力回復なので、これでラスボスへの準備も万端じゃな。せっかくなのでラスボスに挑む前にヒントをすべて見てみるのじゃ。今更なんじゃが、わざわざお金を使ってまで見る人も少ないと思うので、やってみるのじゃよ。まあ、なんというか、必要な時にはお金がなくて、お金が貯まってきた頃にはもう必要のないような情報ばかりじゃな。見ての通り、すべてのステージをクリアしても経過日数は8日目じゃ。18日以内にクリアすればいいので、日数としてはかなり余裕があるのじゃよ。ではいよいよ最終進化したラスボスに挑むのじゃよ。最終ステージは途中をすっ飛ばして一気にラスボス戦じゃ。前回やっとした4日目でのラスボスと比較してみてほしい。全体的に動きが素早くなり、突っ込んでくるパターンも増えているのがわかると思う。あとは耐久力も上がっているのじゃ。念のため18日ギリギリまで待ってからもやってみたが、動きは変わらなかったので、これ以上は攻撃パターンは増えないと思われる。耐久力は上がっているかもしれないが、おそらくこれが最終進化状態じゃな。というわけで無事に撃破じゃ。ここからエンディングへの流れは同じなので割愛するのじゃ。やったぜ。というわけで単純にクリアするだけでなく、2人同時プレイやじっくりプレイ、武器を強化しない縛りプレイなど、プレイヤーの遊び方の選択肢が非常に広いのが、アクションゲームとして本作が優秀である理由だと思うのじゃよ。そのシュールな世界観も含めて、わしも時々思わずプレイしたくなる、数少ない PC エンジンオリジナルの良作アクションゲームじゃ。では、今回はここまでじゃ。次回もよろしくな。